動画をご覧の皆さん、こんにちは、えきほびです。今回もこちらの僕のチャンネルをご視聴いただきまして本当にありがとうございます。今回紹介していくガレージキットはこちら。ガイアノーツから発売されているアイナウェイのガレージキットですね。ガイアノーツっていうと、塗料のメーカーなんですけど、こうやってね、アイナウェイのガレージキットとかも一部出してるんですよね。で、今回はね、静岡ホビーショーで今回購入させていただきました。表面には版権ステッカーが貼られていて、アイナウェイの文字がと、あとネルフのマークが貼ってあるステッカーが貼られています。で、このキットは、クリアレジンと、あとアイボリーレジンの2種類が存在していて、それぞれちょっと値段が異なります。クリアレジンが2万5000円で、アイボリーが2万円になってたと思います。で、説明書は簡単なガレージキットの作り方と組み立て図と、あとパーツリストが書いてあります。で、原型師は田辺慎さんですね。リアル系の原型師さんではかなり有名な方になります。で、裏側には、めちゃくちゃ美しいアイナミレイの塗装見本の写真が印刷されています。こういうリアル系のアイペイント僕やったことないんですけど、これほんとすごいですよね。で、パーツのね、数自体は、某ソーシャルゲームのキャラクターとかと比べると、だいぶ少ないんで、パーツ自体のボリュームとしてはかなり少なめですね。で、プラグスーツ自体そんなに塗り分けがめちゃくちゃ多いわけではないので、比較的塗装は楽かなと思います。で、すべてのパーツがこんな感じでクリアレジンで抜かれていて、透明度がめちゃくちゃ高いんで、本当美しいですね。で、今回はクリア樹脂を活かしつつ塗装して制作する予定にしているので、チャンネル登録をしてよければご覧ください。で、まず、表面処理の方をやっていきます。パート1では、ヤスリがけをしていって、パート2でね、本塗装をやっていくつもりにしてます。で、これ、静岡ホビーショーで表面処理に使えそうなツールをいろいろと入手したので、いろいろと試しているっていう感じですね。で、同友社の木下げカッターとか、グラスファイバークリーニングブラシとか、今回は試しに使ったんですけど、やっぱ、使い慣れてるツールが個人的にやっぱ使いやすかったですね。このあたりはまた練習していったら、もうちょっと使いやすくなるかなと思うんですけど、これ、鼠径部の部分、ここちょっとね、シワが入ってるんで、ここいつものコーンナイトを使いました。今回、アルゴファイルジャパンのとこ行ったんですけど、コーンナイト売ってなかったんですね。で、僕はね、個人的にはね、いつもね、個人ディーラーさんのガレージキットを普段作ってるんですけど、こういった企業が作ってるガレージキット、キャラグミンであったりとか、こういったガイアモノーツのガレージキットのようなものは僕今まで作ったことなかったんですけど、ほんとね、やっぱ企業が本気出して作ってるだけあって、別次元に作りやすくて驚きました。パーチングラインも本当に少ないし、気泡もほとんどなかったんですよね。でももちろん首の側面であったりとか胴体の側面とか処理に、必要な箇所は何個かあるんですけど、そんなに深くないので結構簡単に消えてくれますね。で、これグラスファイバーブラシを使ってます。細かいヤスリがけにかなり有用なんですけど、グラスファイバーを使ってるというだけあって手袋してないとね、このグラスファイバーが手に刺さってチクチクします。ただレジンがねかなりしっかりと削れてくれるのでなかなか便利ですね。ただ本当ね、さっきも言ったんですけど、手に刺さるので、使うときは、ゴム手袋とか、薄い手袋とかをね、して使用した方がいいんじゃないかなと思います。僕これ、刺さったやつ抜くの結構痛かったです。で、このキット、気泡が本当に一つもなくて、クリアレジンね、気泡を埋めるのが若干癖があるので、難しいんで、今回本当助かりましたね。で、多分あった場合なんですけど、気泡があったら僕は細い穴を開けて、そこに同じサイズのアクリル棒かプラ棒、透明の棒を突っ込んで、ヤスリがけをして鳴らすかな。それか、瞬間接着剤で埋めるかっていう感じにしようかなと思っています。で、ホビーショーで買ったアイテムよりね、やっぱり結局こうやってペンサンダーとかの使い慣れたツール使っちゃってますね。ね、指の隙間の方もこんな感じでいつもの自作ビットで処理をしていきます。細いヤスリとかがね、やっぱり力がかかりやすくて使いやすいですね。この辺りなんか分かりやすいんじゃないかなと思います。で、最初は結構粗めの番手で僕は処理をして、最終的には600番とか800番のスポンジヤスリで綺麗に仕上げていくっていう感じですね。こんな感じ。だからペンサンダーとかを使いながら最終的に手で仕上げた方が結構綺麗に仕上がりますね。で、しっかりと全てのパーツを処理できたら脱脂をしていきます。で、これ100均のタッパーに全てのパーツを放り込んでパーツクリーナーをドバッとぶっかけて、脱脂をしていくっていう感じですね。で、このパーツクリーナーはね、使い回してるやつです。で、ポリプロピレンの入れ物だと、こういったパーツクリーナーとかの溶剤に対してもある程度耐性があるので、比較的やりやすいんじゃないかなと思いますね。
で、使い回しのパーツクリーナー使ってるんですけど、注ぎ込んでちょっと足りないなと思った分は、追いパーツクリーナーで追加して脱脂をしていきます。これ見るとわかると思うんですけど、結構離型剤が沈殿してますね。離型剤は比重が重くて、パーツクリーナーは離型剤よりも比重が軽いので、こんな感じで綺麗に分離します。なので、そこに溜まった離型剤だけ捨てて、表の方の上積みのパーツクリーナーはこうやって入れ物に入れて保管してます。離型剤が残ってて塗料を弾いてしまうと怖いので、超音波洗浄機でとどめの脱脂をしてから乾燥させていきます。で、今回はね、一度ツヤツヤのスワロフスキークリスタルみたいなツヤにしてみたかったので、いきなりクリア塗装をかけて、ツヤツヤの仕上げをちょっと目指してみました。で、使用している塗料は GX112 っていう確かクレオスから出てる塗料なんですけど、効果がどの程度あるのかよくわからないんですけど、高 UV クリアですね。これを僕はいつも使ってます。普通のガレージキットとかでもそうなんですけど、通常クリアと、あと高 UV クリアと、あと無塗装パーツの3つで日照実験とかを1年ぐらい、日向に置いてどれぐらい日焼けするかっていう実験やってないんで、どれぐらい効果があるかわからないんですけど、保険としてやっておいてもいいんじゃないかなと思いますね。で、クリア塗料を本塗装前に塗装することで、表面処理をするときにできた微細な小傷が、埋まってくれるので、サーフェーサー代わりにも結構僕使ったりしますね。で、ガイアノーツの限定カラーでクリアサフっていう塗料があるんですけど、僕これまだ持ってないんですけど、こういった使い方も、今ぶっちゃけ普通のクリア塗装でできちゃってるんで、どういった違いがあるのか、個人的にはすごい気になってるんですよね。あと、ちなみに僕が普段使用しているツールは、概要欄の方に載せているので、もし僕がどういうツール使ってるのかなっていう風に気になる方がもしいらっしゃれば、動画の概要欄の方をチェックしてみてください。で、あとはね、動画で紹介してほしい内容とか、こういう工作苦手なんですけど、なんか楽なやり方ありませんかとかコメントしてくれると、どんな動画今後作ればいいかなっていう参考になるので、ぜひコメントの方もよろしくお願いします。で、この足元の結晶のような台座はね、まだどんなカラーで塗るのか迷ってます。岩っぽくするか、赤い、新エヴァンゲリオンの赤い岩みたいにするか、マジョーラにするか、このままクリアでいくかですね。で、この足元の台座は形が結晶みたいな形しているので、透明感が上がると本当に宝石みたいで綺麗ですね。個人的にはこのままクリアでいいんじゃないかなとかもちょっと思ってるんですけどね。で、組み立てなんですけど、クリアランスがもうバチピタの完璧で驚きました。隙間なくぴったりはまってくれるので、今回は、ヒートガン使って形を整えることもなく、バッチリ決まってくれましたね。特にね、このプラグスーツの肩の綾波のオレンジの部分も薄いパーツなどに歪みがなくて、本当に綺麗に接続することができましたね。もうね、ほんとこのまま完成でいいんじゃないかなって思うぐらいめちゃくちゃ美しいんですよね。ほんと宝石みたいです。2万円ぐらい、今回イベント価格だったと思うんですけど、2万円でこれだけ綺麗なガレージキット購入できるので、本当にいいですね。で、この推奨仕上げであれば、クリアのスプレー感があれば、エアブラシとかがなくても普通に作ることができるので、ぶっちゃけかなりめちゃくちゃおすすめですね。細かいことを気にせずに、このレジンの美しさを楽しめるので、これもいいかなと思います。で、この綾波造形すごいいいので、できればアスカも欲しくなってきますね。ガイアさんぜひ、機会があれば作ってください。お願いします。で、次の動画では本塗装の方を紹介していきますので、チャンネル登録の方もね、ぜひよろしくお願いします。で、リアルアイペイントって僕やったことなかったんで、まつげの植毛とかも今回チャレンジしていこうかなと思ってます。では、次の動画でお会いしましょう。あなたの人生がホビーと共にあらんこと、エキゾチックホビーズでした。バイバーイ。なかなか色が決まらないヘアパーツ。エキホビは半泣きになりながら何度もこのパーツをシンナーにドブ付けした。ただその甲斐あって非常に美しい前髪のパーツ、ヘアパーツを手にすることができた。塗装の先に難しいアイペイントが待っているエキホビにリアルアイペイントをすることはできるのか。次回、リアルアイペイントの沼。次もサービス。